白熱する超人バトルの裏で泥沼化した人間関係や修羅場が描かれる僕のヒーローアカデミア。あなたが一番きついと思う家庭環境はどこですか？志村家か轟家の究極の二択だよ。ということで今回は地獄の家庭環境から生まれた魔人ダビについて解説していきましょう。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれているから概要欄のジャンププラスアプリで最新話を読んでからこの動画を見てね。それでは行ってみよう。本名轟東也、ビラ名ダビ、誕生日は1月18日の24歳で信楽戸村より4歳年上です。ホークスと大体同年代なんだね。ステインが逮捕されたホス氏連続通り魔事件後、ステインの思想に感化されたと語りヴィラン連合に加入したダビは霊静かで達観した性格と内に秘めた狂気と執念によりヴィラン連合の中でも頭角を現し、すぐにヴィラン連合の中心人物になっていきました。ダビって本当にステインに憧れているのかも怪しいし不審な行動も目立つよね。初めてデクたちの前に現れたのは林間合宿襲撃事件の時で、強力な個性双円を使い相沢先生や生徒たちを襲撃、爆豪の拉致を成功させ、間接的ではありますが結果的にオールマイトを引退にまで追い込みました。紙の事件でオールマイトが引退したからエンデバーが繰り上がりでナンバーワンヒーローになったんだよね。その後もノームの試験運用に名乗りを上げたりドクター・ガラキと密会していたりと、他のヴィラン連合メンバーとは違う思惑があるダビは信楽戸村やオール・フォー・ワンの計画とは別に着々と自身の計画を進めていきます。ダビの計画って何なのさ？一言で言うと轟家への復讐です。幼少期の事件がきっかけで父親であるエンデバーを恨んでいるダビはエンデバーをナンバーワンヒーローに仕立て上げ、家族関係も修復し幸せをつかもうとした直後に絶望の淵へ叩き落とすという計画のため独自に行動していたのですが、この計画にはまだ続きがあり、目的を完遂するためにはTWICEの個性2倍とノームが必要だったということが示唆されています。TWICEがホークスに殺された時にTWICEの個性は夢を叶えるのに必要だって言ってたもんね。その後も群訝山荘事件の際にTWICEの血液を回収していたダビはエンデバーへの復讐を完遂するために狂気の炎を燃やし続けるのでした。ダビはどんな個性を持っているの？ダビの個性は双円です。双円の個性はエンデバーの個性ヘルフレームと酷似した個性で、角尺熱剣やヘルスパイダー、プロミネンスバーンとほぼ同じ技を使えるのに加えエンデバーより高い火力を持っているため、炎系の個性では作中最強と言っても過言ではないでしょう。火の色って赤い炎より青い炎の方が温度が高いって言うもんね。炎には温度によって色が変わる現象、色温度というものがあり、赤色の炎が最も低く約1500度に対して青い炎が最も高く約1万度以上と10倍近く温度差があります。エンデバーと轟ショウトが赤い炎だから単純火力で見るとダビの方がはるかに炎の温度が高いんだね。しかし高すぎる炎の温度に体が対応しておらず、個性を使うたびに全身が焼けていくというエンデバー以上のデメリットを持っているものの、エンデバーに対する憎悪と執念で肉体の限界を超えて燃え続け、最終的には轟ショウトの奥の手角尺熱剣リンすらも習得し、作中最強の炎を手に入れます。ダビの個性には弱点はないの？エンデバー並みの火力を持ち、攻撃力に関してはトップクラスのダビですが、まだ発展途上の個性のため炎を発生させるより早く動けるグラントリノに瞬殺されたり、炎が有効打にならないギガントマキアやアシッドアーマーを使用した足ドミナに炎を突破されたこともあります。また炎を燃やすためには酸素が必須のため、大気にルールを付与できるスターには手も足も出ないでしょう。相性が悪い相手もいるんだね。氷系の能力者とも相性が悪く、轟ショウトの代表解消で氷漬けにされたり、異能解放軍の下典には苦戦しており、体の熱を冷まされると弱体化してしまうことが分かっています。かなり強い個性だけど意外と弱点も多いんだね。相性が悪い相手に対してもそれを上回る火力でねじ伏せているため、スター以外なら同等以上に戦えるのではないでしょうか。スター相手なら誰も勝てないよ。ダビは仲がいい人はいるの？
秘密主義のダビですが、ヴィラン連合のトゥワイス、戸賀卑弥呼、弟の轟夏とは仲が良かったようです。秘密主義のダビに対しても分け隔てなく話しかけるトゥワイスでしたが、ダビもトゥワイスには友情を感じていたようで、群賀山荘跡地でホークスと戦った際、トゥワイスが殺されたことに対して涙腺が焼けていて泣けないと明かしています。本心かどうかわからないけど、トゥワイスに対しては特別な感情を持っていたみたいだね。それが友情なのか、目的遂行のための駒としてなのかは定かではありませんが、単独行動をするダビに対して仲間外れにならないように明るく声をかけ続けたトゥワイスは、少なくともダビのことを友達と思っていたのではないでしょうか。トゥワイスのピンチに駆けつけてたし、ダビも友情を感じていたのかもね。戸賀卑弥呼とダビも仲良かったの？同時期にヴィラン連合に加入した戸賀卑弥呼に対して、初めはイカレ女と蔑んで見ていましたが、最終決戦の直前、もぬけの殻になった実家で感傷にふける戸賀卑弥呼に対して、人は笑うために生きていると励まします。結構優しいところもあるんだね。トゥワイスの2倍の個性で何かをしようと企んでいるダビが本心から言ったのか、戸賀卑弥呼の個性を利用したいためなのかは定かではありませんが、オール・フォー・ワンに乗っ取られた信楽戸村の代わりにヴィラン連合をまとめていたのはダビなのかもしれませんね。最後の夏くんとはどんな関係なのさ？轟夏とは轟家の次男です。ダビが轟燈矢だった頃、唯一悩みを相談できたのが弟の夏だけでした。プライドが高そうなのに弟に泣きつくなんて意外だよね。妹の冬美や母のレイのことは見下していたため、夏に悩みを打ち明けていたのですが、夜中に延々と枕元で恨みつらみを聞かされ続ける夏は、精神がいかれた兄を邪険にすることもできず、かといって共感することもできなかったため、ただ耐え忍ぶという地獄のような悩み相談室を毎晩やらされており、それがトラウマになっています。明らかに自分より強くて精神的に不安定な兄貴が夜通し泣きついてくるってホラーすぎる。まだ今でもダビと夏くんは仲が良いのかな？エンデバーへの復讐に取りつかれたダビは、エンデバーを追い詰めるためなら何でもするようになってしまったため、エンディングというヴィランをけしかけ、夏を殺そうとしていました。今のダビにとって轟家の人間はエンデバーを追い詰めるための焚き木としか思っておらず、恨みの矛先であるエンデバーや轟将とはともかくとして、他の家族については何の感情も持ち合わせていないでしょう。そもそもさ、なんで轟燈矢はダビになってしまったの？全ては轟家が全員コミュ障だったことが原因です。確かにエンデバーも轟将ともコミュ障なとこあるよね。ダビが轟家の真実を打ち明けた時は、無理やり個性婚をした上で自分の野望を叶えるために子供を産ませたとエンデバーの非常さを強調していましたが、燈矢が生まれた頃の轟家はそこまで不仲ではありませんでした。個性婚したのもどちらかというとお母さんの家族がエンデバーの地位を利用するために結婚させた感じに近いよね。お見合いの時にレイがつぶやいた好きな花の種類を覚えていたエンデバーは、結婚後も忘れておらず、入院している妻の病室に好きな花を持って何度も訪れている様子も見られ、夫婦としての愛情は間違いなく存在していました。燈矢が生まれ、炎の個性を受け継いだ息子にナンバーワンヒーローになる夢を託そうとしましたが、燈矢に炎耐性がないと知った後は燈矢の身の安全を考え、ヒーローへの道を諦めさせようとするも、天性のコミュ障でうまく伝わらず、父親に期待されたかった燈矢は父の反対を押し切って個性を伸ばし続けました。ヒーローになれなかったら父親に見放されると思っちゃったんだね。支え合える兄弟がいた方がいいというレイの提案で長女の冬美が生まれ、さらに弟の夏も生まれたことで、燈矢は失敗作である自分を捨てて炎耐性を持った子供を産もうとしていると勘違いしてしまい、この頃から燈矢の精神はおかしくなっていきます。燈矢もなかなかこじらせてるよね。極めつけは半霊半年の個性を宿した轟将とが生まれたことで、燈矢は完全に自分が見捨てられると確信し、なんとか父親に認めてもらうため、さらに個性を伸ばし続けたことでやけどを負ってしまう事故を起こします。最高傑作の弟より優秀だってことをアピールしたかったんだね。強くなりすぎた火力に燈矢の体が持たないと感じたエンデバーとレイは、燈矢の安全のために個性を使わないように注意するも、それが逆効果になり、最高傑作のショートは鍛えるのに失敗作の自分は用済みだから鍛えてくれない。
と勘違いしたトウヤの精神状態はさらに悪化。その怒りの矛先を母のレイや弟のショウトに向けるようになります。ナツくんが子供の頃はショウトの泣き声と母親の悲鳴で地獄だったって言ってたもんね。トウヤがヒーローになるのを諦められないのは自分が原因と知りつつもオールマイトに勝てず万年2位ヒーローとして伸び悩んでいたエンデバーは家庭のことを全て妻のレイに押し付けトウヤと向き合おうとしなくなったことで母親のレイも精神的に追い詰められていきます。仕事を取るか家庭を取るかの二択で仕事に逃げてしまったんだね。ますます暴力的になる長男と家庭を顧みず責任を押し付けてくる夫に疲弊したレイは日に日にエンデバーに似てくるショウトを見てヒステリーを起こし顔面に熱湯を浴びせてしまいます。大事な息子に一生残る傷跡をつけてしまったことにショックを受けおかしくなったレイは家族から引き離され精神病棟に隔離されてしまいます。まさに地獄の轟家。母親がいなくなったことで歯止めが効かなくなったトウヤは父親に認めてもらうために肉体の限界を超えて個性を使用したことでコントロールできなくなった炎に包まれ全身に大やけどを負ってしまいます。しかしその裏ではオール・フォー・ワンが暗躍しており瀕死のトウヤを回収ドクター・ガラキの治療と改造によって一命を取り留めたトウヤでしたが意識を取り戻した時には3年の月日が経過していました。どれだけ探しても遺体が見つからなかったからエンデバーはトウヤが焼け死んだと思ってたけどオール・フォー・ワンが裏で関わっていたんだ。目が覚めたトウヤは療養先の孤児院を放火し管理者のサンサン・テルアキに重傷を負わせ逃亡。生きていることを家族に伝えるために実家に急いで戻りますがそこでショウトを鍛えるエンデバーと自分の仏壇を目の当たりにしたことで自分の居場所は完全になくなったと悟ったトウヤは自分自身の仏壇に手を合わせダビとして生まれ変わる決意をするのでした。ダビっていう言葉死体を焼いて弔うっていう意味合いがあるからトウヤが火葬されて生まれ変わったっていう意味でダビって名付けたのかもしれないね。最終決戦ではダビは何をやっているの？エンデバーを完全に葬り去るために最終決戦に臨んだダビでしたがモノマのワープゲートによって分断され神の句で轟ショウトと対決することになります。さらに火力を増したダビに対抗して角尺熱剣輪を習得した轟ショウトは霊気の個性の奥義代表解消にて一度はダビを凍結させるも執念でダビが復活。角尺熱剣輪すらも習得したダビは体の限界を超える温度で燃え続けエンデバーの元に向かおうとします。燃え尽きる前に何としても恨みを晴らしたいんだね。執念で燃え続けるダビの前に突如黒霧のワープゲートが出現。群河山荘跡地でオール・フォー・ワンと交戦中のエンデバーの前に現れたダビはお父さんと笑顔を浮かべエンデバーに迫ります。バーニンも理解できないくらいの温度で燃え続けるダビはもはや人間じゃなくなってるよ。エンデバーへの恨みを晴らすと同時にトゥワイスの個性によって何かを企んでいるダビ。体が燃え尽きるまでのカウントダウンが始まる中ダビは何をなそうとしているのでしょうか。ということで今回は憎悪で燃え続ける草原ダビについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。もう後戻りができないところまで来ているから何をしでかすかわからないよね。この動画が1000いいねを超えたら轟家の人々について解説動画を作ろうと思っているのでいいねとチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ